ベストモカブレンド、はい、もう圧倒的。しかもなんか迷えない、完全に上白石。どうもコーヒーに愛された男粕谷です。なんか今日はまたなんか久しぶりじゃない？そうです、この絵面はね、ちょっと YouTuber っぽい企画をもう一回やってみようかなみたいな思いまして、はい、最近やっぱなんかトークとかそんなばっかりだったからやりたい、はい、でなんかさ、最近27コーヒーの笠井さんが YouTube 始めてらっしゃるじゃない？ね、はい、であれ結構すごい出来で、面白いなと思って、はい、たまに見たりするんですけど笠井さんもなんかされてましたよね、はい、でなんかそういえば俺らももっと一般の方に寄り添った企画いっぱいやってたよなみたいな思い出しまして、今回さっきねいろいろスーパー回って、はい、モカブレンドにフォーカスするの面白くないみたいななかなかこれでもマニアックな、ね、ってところですけどね。でもさ、やっぱモカブレンドって一つのもうブランドになってるじゃないですか。なので美味しいコーヒーのブレンドって、昔あったキリマンブレンドとかもあったかもしれないけど、今やっぱモカブレンドってすごくファミリーマートもさモカブレンド作ってるじゃん。ああいうのもあって結構知名度も上がってきてるから、一番うまいモカブレンドはどれだっていうのをやってみようかなと思います、はい。エントリーは今回6、はい、OKストアとあと成城石井で買ってきたんですけど、あとカルディか、まずこれが OK が作る、モカブレンドです。焙煎はアライドコーヒーさんですね、有名どころで、あとはカルディさんのモカブレンド、まあまあしたね、 200g で1300、400円、キャメルコーヒーかっこいい。そして我らが小川コーヒー我らがになってます勝手に小川コーヒーさんの、モカブレンド、これフェアトレードのモカブレンドで、エチオピア 50%、 ガテマラ 50%、 有機コーヒーです。粉でしか売ってなかったので、これが、AGF さんのちょっと贅沢なコーヒー店ブランドの、モカブレンドですね。やっぱりどこもその甘くフルーティーみたいなことは言ってますね。楽しみ。これもエチオピアとブラジルですね。ちなみにカルディはエチオピアとコロンビアって書いてるね。でこれが、キーコーヒーさんのモカブレンド、甘い香りと心地よい酸味、心をノックする幸せ合図って書いてあるいいですね、そのフレーズ。なんかキードアーズプラスって書いてある。そういうあれかも、レーベルになってるのか。だからこのドアだからコンコンって。これもエチオピアとブラジルですね。そして成城石井さんは、モカブレンドが置いてなくて、なのでモカにしました。なのでもう 100% ですかね。 100% エチオピアモカだけど、なんかブレンドしてるウォシュトとナチュラルを、なので面白いね。どんな味になるの？割と深く焙煎してるっぽいね。これは結構油分も出てるんで、成城石井基準だと、ちょい深入りぐらい、中深入りっぽいですね。じゃあもう飲んでいきますよこんなにあるから。ちょっとじゃあ入れるとこはもうカットで、もうカットします。さんのリアクションを飲んだ時の、はい、OK 入れていくぞ全然飲めそうな香りしますよほのかにモカを感じるほのかに、でもね、価格で考えればほのかに感じるのはなんかいいんじゃないですかね。むしろそのボリュームで、確かにね、そうだね。ちゃん
とモカが入ってるってことですね。まあほのかに感じるよ。これが OK。 はい。本当に普通のコーヒーの匂いに普通、さっきが普通じゃない言い方になっちゃいますけど、まあそれは、ね、仕方ないですね。はい。やっぱ明らかにそのモカの香りの純度が上がるね。上がってきたなって感じする。これはやっぱ割とローストも浅い寄りだね、書いてる感じだと。なんか今回入れ方 15g で、最初 50g 注いで30秒になったら、215とか210とかまで注いで、1分15秒とか20秒になったらオープンするっていう入れ方でほとんど統一してます。入れ方だから引き目はまあ中引きぐらい。美味しい。美味しい。ちゃんと美味しいよ。本当ですか？入れ方をもっとバシッと合わせたら、しかもうまい。ちゃんとモカの風味もする上に、なんかこの質感がそんなに悪くない、なんか割と滑らかな質感があって、モカ感はまあ俺が求めるほどないけど、でもこの一杯のコーヒーとしては割と完成されてるいい作りですね。ただ欠点豆を取り除いてるからね。これやっぱワンポイントですね。多分そのスーパーのコーヒーを美味しく飲むための、ただモカって言われたらどうかなみたいな。なるほど。もうちょっとやっぱり求めるものがありそうだよね。なるほど。ただまあそのちょっと赤ワインっぽいような印象はキャッチできる。普通にうまい。美味しいコーヒーですこれは。そう考えたらやっぱこの OK コーヒーはまあコスパはなんかね、牛乳とか入れて飲むならこれね最高かもしれない。めちゃくちゃいい。ただなんかそのやっぱモカブレンドを楽しみたいっていう人には俺個人的にはやっぱちょっとこれじゃない方がいいかもなって気はしますね。はい。じゃあ続いて、カルディはうまかったと。そりゃうまいよなっていうじゃあこれいってみようかな。 AGF ちょっと贅沢なコーヒー店。よく見るよね。これはそうですよね、よく流通してる。来てますね。来てますね冷蔵庫保存がおすすめって書いてある。冷凍じゃなくて冷蔵なんですね、そこは。冷蔵の意味って何かあんのかな。なんかこんな大手が言うってことはなんかエビデンスあんのかな。ちょっと調べてみたいですよね。なんか俺ら的には別に冷蔵するメリットはそんなないなとは思う。冷凍にはすごく意味があるし、冷蔵で意味があるとしたら日光が絶対に当たらないとか、それはあるかもしれないけど、 AGF モカ 250g で1328円だから、カルディよりちょっと安い。 50g 多い分。でもコーヒーって良くも悪くもさ、なんか美味しさだけじゃないもんね。それは本当あると思います。常々俺言ってるけどさ、やっぱ、ね、スーパーとかだと手に入りやすさみたいなところもあると思うので、そこで流通しているものしか買えないっていうことも。なんかやっぱ飲みたい時に飲むコーヒーが一番うまいじゃんそれはそうですね、もちろん。全然悪くないっすわ。
なんならもっとモカの味感じられるかも、さっきのカルディより。本当ですか？うん、なんでだろうね、不思議だな。美味しいよ。まあでもブラジル感が強く出てるかもねただなんかモカの味は結構強く感じるかも。おお、うまい。うん、なんかちょっと贅沢してるなって感じするなるほど。じゃあ続いてキーコーヒー様。キーコーヒーさん、我らがキーコーヒーですよ。全く関わってないけど関わってます。あるんです1あるんですか？個共通点。船橋に焙煎所があります。あ、そうだ。キーコーヒーそうですね。はい、俺も何度も行ってます。モカブレンド、キーさんのモカはどうかな。割と俺の本命っすね。あ、本当ですか？うん、美味しいんじゃないかな。うわー、香りがいいおお、ちょっと待って、そんなにこの哲さんの代わりにこれおお、本当だ。やば。なんかおマジかって。これ高かったんじゃん。見てないけど価格。ちょっと飲んだ後に価格見てみよう。見たいですね、これね。香りがすごいですね。これなんか高くないと成り立たんっしょエチオピア何パー入れてんだろうこれ。結構しっかりエチオピアの香りするよね。いくらか当てたい。確かにおここれがだってもう 200g1400 円じゃん ね。そうですね。これが250で1400弱、1300ちょいで、これがもう 200g 換算だとめちゃくちゃ安いですね、そう思うと。 200g 換算でだってそれ500円だよ。うわあ、いやもうこれは間違いないっすよちなみに今日は全部ハイブリッドメソッドで。いや、じゃないですか。これ超簡単メソッドですね。超簡単そうまた1投目も2投目も紳士式にしてる。あ、なるほど。ああ、うまいです。うまいですね。ちゃんとモカいるもん。います。いるね、はい、完全に上白石いきなり親父ギャグが入ってきまいやもう完全にモカですす。モね。カですか？うまい。いやこれは文句なしのモカブレンドですよ。あ美味しいよね。あ、普通にそうですね。これは確かに。なんか喫茶店行ってモカブレンド450円とかで頼んでこれ出てきたら何も言わずにいい時間だなみたいな。150g で663円150ですか？150で600。63だから3分の4すると200g あたり880円とか900円ぐらい。やば、マストバイやんこれはすごいもの見つけちゃったな。成城石井はブレンドじゃないので、はい、後でにして、はい、これ多分賞味期限が27年の2月ってなってるんで焙煎日26年の2月だと思うんですよ。なので3ヶ月前ぐらいの焙煎じゃないですかね。
エチオピアとガテマラのブレンド楽しみです。香りいいよやっぱり。おお、やっぱさすが小川先生。小川じゃあ小川さん、はい。あれですか、なんか小川コーヒーさん、すごい新しいお店東京にああ出てた。行かれました？行ったよ。高輪ゲートウェイのあれすミムレ。ごいですよね、あれ。あれやばいね。やばいですよね。なんかもう何を見させられてるのか分かんないぐらいすごかった。しかもあれさ、あの建物全体のクリエイティブディレクターを宇田さんがやってるでしょ。小川コーヒーの社長そうですよね。今の社長の宇田さんがやってらっしゃるから、でちょうどあったんですよ。はい。そのミムレの小川さん行った時に、はい帰り会計してる時ぐらいに宇田さんいらっしゃったからちょっと話して「さすがっすね」みたいな「よくこんな店思いつくな」みたいな今度対談させてほしいよね。いやちょっとね、なんか宇田さんってど宇んな人田さなんんだろうって。ってまず何者なのみたいな。そうです、多分めちゃくちゃ面白い話が聞けるんじゃないかと私は思ってるんですけどね。あの人レジェンドだよね本当に、この業界の。結構昔から業界を知ってらっしゃる一人だと思いますね、宇田さんは。すごい本当に。俺なんてマジでただのペーペーだな、宇田さんからしたら。うまいね。これはうまいっすよでもモカではない、ああ、なるほど。って俺は思っちゃうけど、コーヒーとしてしっかり美味しいけど、苦手な人は苦手かな。苦いというか深入りの、はい。まあこれ深入りとは書いてないんだけどミディアムって書いてるけど、しっかりボディ感強いけどね。しかも一応フェアトレードって書いてますね、これ。うん、また小川さんそういうの強いよね。強いですよね、本当に。ちゃんとやってらっしゃる。なんかここ見る限りだとビターネス中ぐらい、アシリティちょい強、ボディ中ぐらい、アロマ強い。割と俺ボディ強くてアシリティそんな感じないけどね冷めてきたらどうなるか分かんないでも今飲む感じは、はい。まあモカか、深めに焙煎したモカの味って感じ。でも雑味みたいなのは全然ないよ。美味しい。じゃあちょっと飲んでみたいです。なんか普通にいい深入りのコーヒーだなっていう。豆で買いたい。ね、確かにこれ粉ですからね、これ。いやそう、粉でこれだからちょっとフルーティーな感じも、うんなんかピーチ感感じるみたいな。うまいね。すごいな。まあなんか開けて短期間で飲み切る人にはいいのかもね、粉で。これも 140g で800円とかだよ。だから、まあ、キーコーヒーよりちょい高ぐらい、まあ、200g にすると1000円超えるかなぐらい。最初の OK のちょっと金額がやっぱり今思えばこいつが安すぎるちょっと異常な。OK のモカブレンド冷め切ってきて、はい、ちょっとモカ感が出てきてるかもね。冷めてから少しなんかやっぱ酸が強く出てくる感じ、はい。ただまあまあ値段相応って感じですね。じゃあ最後に、はい、これですね。天下の成城石井様、もうすごかったね、コーヒーコーナー。めちゃくちゃ種類が、自社ブランドのものから他社さんのものだね。ね、もうありとあらゆるのが揃ってる。うん、香りは全然いい感じですね。深っ、テリテリですよ。テリテリ今回のコーヒーの中で一番深い。深入り。うん。でもこれでもまだ深入りじゃないらしい。
このコーヒー屋さんたちにすると。なんかやっぱり俺は小さい世界で生きてるな。ああ、悪くない悪くない。だってこれブレンドじゃないもん。確かに 100% ですもんね。100% モカなんで、ちょっとその若干対象外ではあるけど、ちなみに成城石井さんは製造から6ヶ月を賞味期限としてるみたいですね。なのでよりフレッシュなものが手に入りやすそう。回転も早いっぽいもんね。そうですね、なんかそのイメージがありますね。結構膨らむと言いますか、うんバーッと注いだ時にそういう経験が今まで多いですね、成城石井のコーヒー豆は。製造から半年っていうのもさ、ちょっといろいろ実はあってさ、はい、焙煎じゃないんだよね。製造焙煎じゃなくて製造からってことですね。じゃあはい、成城石井のエチオピアモカ 100% ウォシュトとナチュラルのブレンドみたいですね。比率は書いてなかったです。はい、なんか無言がいやいや全然はい、美味しいかも。アフターテイストが結構砂糖みたいな甘さが残るね。おお、なんかそのモカとかってさ、やっぱ華やかなフレーバーが特徴だったりするじゃない。でもそういうのをキャッチするっていうよりは、後味の甘さの余韻が他のコーヒーになくて、ちょっと今なんかどう分析しようみたいな。なるほど。はい、その後味のやっぱ甘さのボリュームはちょっと他からはキャッチできない。やっぱ他のやつって若干その価格低めのやつをブレンドして、価格のねバランス取ってるから、少しその質感周りがどうしてもっていうのにはなりやすいけど、はい、もう一回全部そうですね、最後ね。ちなみにはい、成城石井の 180g で1600円、一番高い。ああ本当ですね。ブレンドじゃないっていうのはあるんですけど、なるほど。というわけで最後じゃあ哲さんの本日のベストモカブレンド、はい、もう圧倒的。圧倒的。しかもなんか迷えない。迷えない。もうだから貯めることもできない。もうこれです。さらっと。いやもうだって圧勝だった。圧勝。うますぎる。キーコーヒーモカブレンド。なんかキーコーヒーのキードアーズっていうブランドになるのかな。うまい。もちろんこういうのって当たり外れあるじゃん。ー。そうですね。そう焙煎してからの日付がとかあると思うんだけど、少なくともこれはめちゃくちゃうまい。あの時の衝撃と一緒。無印のミディアムブレンド。あの時の衝撃に近いうまさを感じるね。しかもこれ激安じゃない？値段多分その無印よりもまだ安いんじゃないかっていう。安い。今だって無印結構高くなっちゃったから。哲さんのせいで。俺のせいじゃない。違いましたっけ？でも本当に後すっごい売れたらしいですからね。でもこれはあんまりみんな気にしてないんじゃない？ちょっと私もノーチェックでした。まさかキーコーヒーがみたいなところちょっとありました。超失礼だけどさ、別になんかキーコーヒーってそのなんか街のコーヒー屋っていう感じじゃん。
いや、わかりますわかります。はい。なんか美味しいコーヒーを作ってるイメージがあんまなかったけど、これはうまい。これ多分俺真剣にブリューショックできる自信あるぐらい美味しい。もう皆さんぜひモカブレンド飲みたいなっていう時、ぜひこれ買ってみてください。俺らはこれOK ストアで買いました。でもどこにでもありそうだよね、キーさんは。ティーコーヒーは流通量すごいと思いますね。ね、まあ、ただこれがあるかどうかちょっと分かんない。はい。はい、なのでぜひ皆さん飲んでみてください。あとは皆さんのおすすめのこういう豆とか、はい、あとこれも飲んでみてほしいみたいなコメントあったらぜひいただければと思います。まあ、メンバーシップの方のコメント優先で取り上げます。というわけで今日はそんなところですかね。はい、はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。メンバーシップ始めてます。コーヒーに愛された男の舞台裏と称してメンバー限定のライブ配信だったり投稿だったり、そこでしか見れない聞けない俺のぼやきだったり、そういうのもどんどん配信してますのでぜひご入会ください。でメンバーシップの人たちにはですね、これから俺が検証に使った器具とかも販売していこうかななんて考えてますんで、ぜひ皆さん舞台裏覗きに来てください。